前回から引き続き素人学生がカスタムした家具の状態を見ていくんですが、ヤフオクでサクッと売るにはかっこよくして安くしないと売れないんで、なるべく手間とお金をかけず完成させるために、今回はエンジンの状態がどんなもんか確認します。多少イオンがしてても壊れてても修理は簡単なんですが、時間とお金がかかってしまうのだけは避けたいので、状態がいいことを願っての今回の動画。さすがやってくれます。素人整備危ねえよってなります。エンジンがかからないことは商品説明欄に書いてあったんで、どんなもんか確認するためにレックシールドを外します。このウインカーの取り付け赤にしてたけど外しやすいってのはいい。投げやりになった感じが好きなんですが、針金も外します。くるくるキーシリンダーも外します。配線切ってるけど、これは後から調べないといけませんね。レックシールドを外すと、ツートンカラーに。配線は中通しするんで、その時にきれいにします。そしてこのステムの取り付け方は危ない。純正なんでそれなりの厚みはあるけど、所詮カラーなんで、過信してこういった使い方は良くないですね。こっちはネジ山が足りてないし。まずはガソリンが腐ってないかチェックするためにキャブにホースをつなげて抜きます。着色料のピンクっぽいのが残っていれば大体のガソリンは大丈夫です。ついでにキャブの油面も見ておきます。キャブの合わせ面と同じぐらいなら大丈夫でしょう。問題があれば後から調整します。ほぼ新品だったプラグは戻します。配線が気になるところだけど、キーシリンダーをつけてオンオフ試します。エンジンオイルもチェックしたけど、ほぼ新品ですね。走ってないのがよくわかる。そしたらキーをオンにして蹴ります。ダメっぽいんでチョークを触るけどダメですね。そしたら火花が飛んでるかチェックするかの前に、安全のために各種チェックしたら漏れてました。ガソリンが。ヤフオクでこういった車両を買った場合、ノークレームノーリターンってのが当たり前。この車両に関してはジャンク扱いになってるんで、動かないとか壊れてるっていうのはあるんですが、ガソリンの漏れは報告しようよ。危ないし。高く売りたいのはわかるけど、ガソリンにしろオイルにしろ駐車場に置いてたら漏れた跡は残るし、匂いもある。売る側は絶対気づいていたでしょう。それなのに記載せずに売るとか、買った人が素人で安全確認しない人だったら、ほんと火が出てもおかしくないし、危ない。特に近年は素人がミスしてることにも気づかず解説してるバイク動画が YouTube にあったりするんで、売る側も注意してあげた方がいいとは思いますよ。そういった動画を見て真に受ける方にも問題があるとはいえ、売り手がこういったことをするからヤフオクには闇があるって言われるんです。先に燃料漏れを直さないといけなくなったんで、ガソリンを抜きます。ネジをってここです。ネジが完全に舐めてます。反対側はしっかり締まってるんで、燃料ホースを触ったぐらいから漏れ始めたんでしょう。だから最初は漏れてなかったってわけね。もう締めすぎよ。キャブはアルミだし、こんな細いネジ普通の力で締めたら舐めます。そしてごまかすならもうちょいうまいこと、せめて燃料が漏れないようにしてくれ。これだと段差とか振動で多少なり燃料が漏れて気化してただろうし、そりゃ燃費が悪くて走った形跡がないわけだ。そしたらキャブを半ばらししてノズルだけきれいにします。全ばらしてきれいにするのはキャブとエンジンが使えるって分かってからの方が無難かな。ジェットニードルのクリップがトップになってますね。燃料が薄すぎてバランス悪そうだけど、どうなんだろう。燃料コックを補修するためのボルトナットを買ってきました。溝はタップを立ててもダメっぽいし、埋めてから新たにネジ山を作るには小さくて大変そうなんで、後ろにナットを仕込みます。もともとネジ穴は貫通してるし、これならちょっと長いボルトを使えば解決するんでね。キャブの分解手順とかは需要があれば動画にするけどないでしょう。小さな穴が塞がってないか確認します。左右対称に穴が開いてるんで、向こう側が見えるのが普通です。あとは適当にばらして、ジェットとかスクリューはキャブクリの液につけ置きします。ちなみに塞がってるかもしれない怪しい穴は導線を通しておきます。ピンを刺してもいいんだけど、穴が太くなると困るんで、最初は導線からが無難ですね。キ
キャブ本体を後からきれいにするとして、今は10年、20年前ぐらいのかな、発掘した円痕で穴っていう穴に吹いておきます。まだ使えるっていうのは不思議だけど、ガスが抜けたのは中の溶液だけ取り出して瓶に入れて使ってます。消耗品とかは後で交換するんで、今は再使用します。1日つけ置きしておいたジェットとノズルをきれいにしてちゃちゃっと組み付けます。キャブ自体もエアーを拭いておけば大丈夫でしょう。ゴミ防止のマスキングテープを剥いだら組み付けます。キャブとインマニの間の黒のプラスチック、インシュレーターがないような気もするけど、ないやつもあったような気がするんで、今はスルーして組み付けます。ガスケット類も後で交換します。一応タップを立ててみたけど、ネジ山はダメそうですね。後ろにナットを仕込んでいけると思ったら入りません。少し当たってる部分を削って取り付けます。今度は大丈夫そうですね。後ろのナットは後で固定します。次の人がなくしても困るし、やっつけ仕事だと思われても困るんでね。まあ十分やっつけだけど。そしたらキーをオンにしてエンジンをかけます。えらい回転数が高いんで調整します。エンジンの調子は良さそうです。キック数回でエンジンかかるし。キャブの調整は必要だけど、それでも吹き上がりはいい。字とパーツが共振してますね。ホーンとタングがうるさいことで。なかなかこういったことはないから面白いのと、見てる方も勉強になると思うので、もうちょいどんなもんかお見せしておきます。軽く走ってきました。特にエンジンに問題はなくて、むしろ快調なぐらいなんですが、ちと 50cc なのか怪しくなってます。というのもシリンダーには 49cc っていう表記はあるんですが、私もよく使うキタコのボアアップキット 75cc も同じ 49cc 表記なんですよ。まあガスケットが違うんで同じメーカーとは限らないけど、ちと怪しい。給排気変えてるし、キャブの調整もしてないんで、それが妙に組み合わさって、レスポンスとかパワーがあるのかもしれないんで、なんとも言えないけど、放置されてた割にキック2発でエンジンはかかるし。とりあえず絶好調っていうことでよしとして、カスタムが終わってから考えます。あとはスイッチボックスに開いた穴をどうにかしないとね。